皆さんこんにちは。トラベルコンシェルジュのともかとトムさんとりゅうちゃんです。こんにちは。こんにちは。今回は、旅行会社で働く、プロフェッショナルの先輩と後輩に今回出演してもらいました。ありがとうございます。よろしくお願いします。旅行会社で働く人たちに質問したいって思ってる内容とか、旅行に詳しい人に聞きたい内容とかをちょっといくつか募集して聞いてみようかなって思います。いいですか？はい。はい。ではまず1問目、自分の一押しの国内旅行先を教えてください。はい、季節によっても違うと思うんですけれども、はい、私は沖縄が好きです。特に沖縄の離島、よく石垣島とか西表島もあるんですけども、沖縄から近い慶良間諸島、はい、いわゆる座間味諸島とかウミガメが泳いでる方面、そう綺麗な海、本当に慶良間ブルーっていうところなんですけども、そういう海が綺麗なところが私は好きですね。はい、りゅうちゃん。おすすめするなら北海道かな。やっぱ美味しい食べ物が多いので、お酒飲んだりとかいろんな美味しい食べ物を国内だったら欲しいかなっていうところ、温泉もあるし観光地もあるからいいかなっていうのがおすすめポイントかなと思います。はい、ちなみに私は同じく北海道です。温泉たくさんあるし、ご飯もうどこ行っても美味しいし、全国どこも美味しいんですけど、格段に味の良さ、鮮度が違うんで、私も北海道が一番好きです。北海道生まれですもんね。はい、北海道生まれです。2問目、自分の一押し海外旅行先お願いします。私は、先ほど海が好きっていう話がありましたけども、私はインドネシアのバリ島です。バリ島は海も綺麗なんですけども、よく芸術の島と言われていて、ウブドっていうところがあるんですけども、音楽とか絵画などいろいろ海とか、あと山登りとかいろんなことが楽しめて、本当に夢のアイランドだと思っています。隠し号は隠し号隠し子がもしそういうことがあっても、今は物価が安いので十分日本で働いている人たちは養えると思いますよ。ちなみにトムさんバリに住んでたんですよ。何年でしたっけ？住んでたのは1年ですけれども、でもバリの旅行会社で働いてそうですね、仕事に絡んではおりました。なんでバリについてはすごい詳しいです。なんか聞きたいことあったらコメント欄にまだちょっと今行けないんですけどね書いてください。私のおすすめ海外旅行、自分が留学してたっていうのもあってニュージーランドがおすすめですね。でも冒険をしたいのであればキューバ。そうだ、キューバ行ってたね。キューバはすごい楽しかったなっていうのがあるので、なかなか行きづらい国、パッケージ商品とかはないんであれですけど、なかなかおすすめの国なので、興味がある方は行った方がいいかなって思います。私のおすすめ海外は同じくニュージーランドです。ちょっと私は個人的に1年留学ワーキングホリデーで行ってたっていうのは大きいんですけど、本当に住むのも観光するにもなんか羊しかいないんじゃないってよく言われるんですけど、本当だからそうなんだけど、それは本当だけど、本当にそうなんだけど、ご飯も美味しいし自然もいっぱいあるし、なんかのんびりするにはすごい海もあるんで、ハイキングとかも好きな人とか自然好きな人にはぴったりだと思います。質問です。はい。上と下の島があるんですけど、どちらの島がいいんですか？いやもうどっちも最高です。どっちもいい。でもなんか日本人って結構南に行きがちだけど、有名なのがねそうあるから、クイーンズタウンとか、あとテカポの星とかパンフレットになってるような。でも北も北でいいとこあるから、絶対最低1週間は取ってほしいよね。オークランドっていう都市ですか？そうです。そこからワイナリー行ったりとか、山登り行ったりとかもういいと思う。そうなんですね。だからね、レギンスでメイクしないでそう、すっぴんでも全然問題なく、なんかおしゃれしなくても楽しめる海外。そうなんですね。はい、続いて3問目、忘れられない秘境は？秘境となるとやっぱりこれ海外になってしまうんですけども、バリ島の近くにある、多分今ねよくテレビ番組やってるんですけども、ヌサペニタ島っていうところなんですね。バリ島からジェットフォイルで50分ぐらいのところなんですけども、今から観光地化されているところで、インドネシアのローカルの人がよく行っているところで、一番のパワースポットになっている断崖絶壁とか、あとマングローブのカヤックができるところで、今まさにインドネシアが好景気に向かってるんで、開発されている観光地なので、これからもしコロナが明けてからでしたらいろいろとメディアに登場すると思うので、おすすめできると思います。はい、質問です。そこはパッケージツアーじゃないといけないですか？パッケージツアー、今はちょっとコロナじゃないといけないんですけども、おそらくコロナが明けてからパッケージツアーになると思います。オプション
オプションとしてコロナ前はどうだったんですか？まだオプショナルツアーとしてはあまりなかったですね。じゃあ個人的にチケット買って行くって感じですか？言葉ができる人であれば行けると思いますけど、英語は通じないですか？英語はコロナ前は難しかったですけども、うんこれからはおそらく英語ガイドが現地にいますんで大丈夫だと思います。ぜひ行ってみてください。今日ニュージーランドとかのロトルアっていうところの奥の方の洞窟探検ツアーみたいな、そうそうそう、とかあとそのラフティングワイトモの方とかがそうだったのかな。そのロトルアっていうのは個人で行けるんですか？いけるいける。行けます。電車かバス電車は全然向こう走ってないんで、レンタカーか。そうなんですね。レンタカーがおすすめですね、うんどっちかっていうと日本と同じレンタカーは国際免許が必要な。必要です。でも日本で簡単に取って取れます。お金さえ払えば。そうなんですね。私の秘境はフィリピンのカランガマンアイランドっ知らない。ていうところなんですけど、へニュージーランドのワーホリに行く前にフィリピンに1ヶ月だけ留学してて、その時に行った場所なんですけど、本当に滞在が長かったから行けたんですけど、バスでまずこうフィリピンの上のセブ島の先端まで行って、そこから船で行ってまたさらに船っていう感じで、本当にもう無人島みたいな感じで、海がすっごく綺麗で、これは旅行では簡単に2泊3日とか3泊4日で行くのはもう移動だけですごい時間かかっちゃうので、ちょっと住んでないと住んでないと、まあ1週間滞在してぐらい。ないと。じゃあリゾートホテルとかあるんですか？いや無人島だからないないんですか？じゃあ日帰りじゃ難しい。テント張って日帰りは難しいです。じゃあ行けなくはないけど、本当に朝5時とか4時とか夜中に出て、で車バスで3時間とかかけてセブの上まで行って、そこから船で行ってまたさらに、なんで私たちも1泊2日で行きじゃあドミトリー的なものしかないんですね。でその時はその近くの島に泊まって、そこが秘境でした。はい。機会があればぜひ行ってください。続いておすすめの駅弁。駅弁のおすすめは、多分見てる人の方が詳しいと思うんですけど、やっぱり仙台の牛タン弁当、これはね、一回このあったかくするやつあったかくするやつ、あれ結構高い、1200円以上、1500円ぐらいするんですけど、意外とあれ美味しいですよね。あれ今東京駅の中にある祭りで買えるやつなんですか？そうなんですか。多分なんかあっさりしてて結構匂いもしないですね。あ、そうそう開けるとするけど、うんそれまではしない。僕は牛タン弁当おすすめですね。個人的には魚介が好きなんですけど、でもおすすめなのは山形とか米沢に泊まった人しか食べられないへー。米沢駅で販売して、買うことはどこでもできる牛肉ど真ん中。あ、よくあるね。そう牛肉ど真ん中ってどこでも買える、今このご時世どこでも買えるんですけど、米沢の駅だと予約しておくと新幹線乗る前に出来たてを渡してくれる。じゃあまだあったかいんですね。本当に米沢牛のそれは美味しいかな。どこでもらえるんですか？本当乗る前か、もしくは乗ってきた時の停車してる時に持ってきて予約した方みたいな。すごい。美味しかった、本当に美味しかった。へまさに出来たてっていう感じで。ー。はい、続いて好きなホテル系列ありますか？僕はもう今好きなのはやっぱり星のやですね。止まんないでしょ絶対。トマトでも嘘つくなよ。泊まったことあるんですけど、星のや入り表島っていうのがあるんですよ。ああそこだけ泊まったことあるんですね。だから星のやが好きなんであそこだけで言わないでほしい。確かに星野は有名だしね。まあ確かに。東京とかもあるから。僕は星のやの入り表島っていうのはちょうど西海岸なんですけど、本当にアジアっぽくて良かったなと思って。それで言ったらだって東京にもバリアンリゾートとか一番好きでしょ。好きですけど、やっぱり島のねホテルがいいなと。バリアンリゾート一番好きでしょ。確かに匂いもすべて。はい。正直、東横イン。ああなんでかっていうとやっぱ日本でも安定安心の綺麗さと価格。あ。うちの父もよく泊まる。朝食は無料ですからね。あ、無料なんですか？そうそれも海外も一緒らしくて。へー。だからそういうところもいいのかなっていうのと、あと日本語スタッフが在住してるっていうところで、あんま喋れない人とかからしたら、旅行好きだけどっていう人からしたら安心なのか確かになっていう。確かに。あと個人的にはやっぱり東横いいのは喫煙ルームが取りやすいっていうのが、出演者には嬉しい情報。次、私のおすすめの系列は三井ガーデンホテルで、なんかもうこれは理確かに日本だと由があって、安くて綺麗で温泉がついてるところが多いから、大浴場がやっぱりついてるところは個人的に嬉しいところですね。確かに屋内ならそれは間違いない。ドミーインもそうだね。あ、確かにドーミーもそうだ、それで言ったらドーミーそうだ。だから値段と、コスパ的にリーズナブルでいいところっていうので三井ガーデン。次、過去一良かったホテルは？やっぱりフォーシーズンですね。おお、どこのフォーシーズン？やっぱりフォーシーズンはバリ島ですね。あーそれもウブドにあるあ、
フォーシーズンサヤンっていうところ、聞いたことある。渓谷沿いのリバービュー、あ多分最高級なんですけど、本当に断崖絶壁、滝が流れているところにこういう美しい、いわゆるなんていうんですか、ビラタイプ、とてもじゃないけど1泊あたり多分ね5万円以上するんですけど、やっぱりそこは一番いいんじゃないでしょうか。はい、今思い返してすごくいいホテルだったなっていうの1個あったんですけど、名前が全然出てこないどこの国ですか？タイのでもインペリアルとかついてた気がするけど、そっち系のバンコクのホテルはすごい良かったなっていう記憶があって、ここかな。私が今まで行ったホテルで一番良かったのはメキシコのカンクンのハイアットジェララカンクンが一番良かった。ハイアットはいいね。なんかもう全部オールインクルーシブなんで、朝も昼も夜も軽食も何でもついてて、でルームサービスも無料だし、お財布持ち歩かなくてよくて、ホテルの本当にクオリティも良くて、部屋から海も見えてプールもあって、なんか本当にプリンセスの気分でした。では続いて、海外であった忘れられない経験。海外皆さん経験すると思うんですけど、東南ですよね。東南あるんですか？東南ありました。東南アジア好きだもんね。そうなんですよ。普通にメインの通りを歩いてたんですよ。で僕ね、その当時高級な時計をしたんですね。それで500円以上のやつ。今100均です。今100均ですけど、もうその G ショック多分1万5000円以上はしてた。そんな高級でもないけどね。そしたらちっちゃい子供たち、小学生ぐらいの4、5人かな、わーってこう来たんですよ、僕の方に。で可愛いからこうなでなでしてね、なんだなんだっつってね、でもうほんの数十秒で何だったんだろうってこうバイバイってやったんですよ。そしたらこう歩いてるうちに手が軽いなと思ったら、その腕時計取られちゃったんですよ。どこの国でした？バリ島。大好きなね。大好きバリ。地元ね。だからそれが一番ショックで、ね、やっぱりボスがいて遠くで見てたら、やっぱりね、その青年がなんか集めてるんです。そういうのちっちゃい子供たちにやらせてる。ちなみにそれってバリのどのエリアですか？もう今一番のメインなんですけど、バンタイクタ通りっていう比較的ね観光客も通るところなんですよ。確かにそうですね。逆にね、カモにできるスポットで。それも昼間ですからね。だから一人で歩くのはどうかなっていうところかなって思いました。2個あって、ともかさんのとこに遊びに行った時に、ニュージーランド。そう、ニュージーランド留学して遊びに行った時に飲みすぎてフライトの30分前に起きたっていうのが一番わーっていう衝撃の経験。とりあえず日本のね、遅刻寸前じゃないけど、本当出て起きて1秒ぐらいで本当ね、出てバス乗って空港行ってみたいなで交渉してみたいな感じだったんで、飛行機が遅れたりは乗り遅れて次の日の便に振り返ってもらって、選べてその後のやつか選べたの次の日で、ここまで遅れたならまあもうただまさかプラスでも1万円ぐらい、1万5千円ぐらいでした。買い直しじゃなくてよかったなっていう話です。そういや、そしたらだってもう買い直しだったらね、戻んないで不法滞在でいようかなってちょっと思ったぐらいなんであともう一個は旅行で行ったタイのメインの夜の通り、多分その辺の抜本とかの通りの中にある、まあちょっといやらしくまではないけど、そういうのが安くお酒飲めますよっていうところで、まあ現地の人もいて、まあぼったくりバーに近いようなところで飲んでて、でなんかお金ないよって、女の子たち集まってきてないからって言ったけど、勝手にお酒出てきて、でまあ本当にお金なかったから俺らの分しかないよって言ってたけど、バーってきて勝手に飲んで帰るってなったら、あなたたちお財布はってバッグの中を全部漁られて、本当に財布も勝手にバー開けられて、怖い。そういうとこ行くって思ってたから、カードも全部ホテル置いてきて持ってかなかったから、ないでしょって、だから飲まないでねって言ったじゃんって言って終わったけど、よかったね。それは衝撃。確かに。勝手に漁っちゃうんだね。バーって全部ないじゃんみたいな、だからないって言ったじゃんみたいな。私の経験は、ドバイに行った時にドバイに行った時に痴漢にあった話なんです。なんか聞いたな。50回ぐらい聞いた。普通に昼間本当に12時ぐらいに大きいメインの道路、車通りとかもすごい激しいところを普通にこうやって歩いてたら、いきなりお尻をバンってこう衝撃が走って、なんだろうって思って後ろ振り返ったら、男の人が真後ろに立ってて、走って逃げたんですけど、もう何が起きたんだろうと思って、もう一回後ろ振り返ったら、遠くの方でもうここら辺のファスナーをカチャカチャしながら「Thank you」って言われてたのがちょっと衝撃で忘れられない海外での、まあ、危ないのかな、危ない、それでも衝撃な忘れられない経験です。男はできないね。ぶつかる、触る、いや、手でこうバッてこう触られた。そういう感じなんですか。はい、だから尻餅ついたみたいな感覚な、結構なじゃあ勢いでこうね、そう強さだったから。そういう触り方なんだね。日本のね、痴漢みたいにサバサバじゃなくて、そういう感じじゃなくて、もうなんかバンみたいな感じでした。はい。
す。